こんにちは、ミッキーです。今回はクロード・モネ展の徹底解説特集です。2026年は印象派の巨匠クロード・モネの没後100年という記念すべき年。その素晴らしい幕開けを華やかに飾る本展覧会が東京・京橋のアーティゾン美術館で開催されています。世界最高峰を誇るオルセイ美術館の珠玉のコレクションから日本初公開を含むえりすぐりの名画41点が堂々の集結。モネがいかにして風景画を革新し独自の表現へと到達したのか、そんな年代ごとの移り変わりをこの展覧会では確認できます。ぜひこの機会にモネの世界観に触れてみてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。さて、今回のモネ展は2026年5月24日までの開催。会場は東京・京橋にあるアーティゾン美術館。アクセスとしましては東京駅からも近いので訪問しやすい方も多いかもしれません。一般の料金はウェブ予約で2100円。なんと学生はウェブ予約をすることで無料で観覧することもできます。当日窓口で購入することもできるんですけども、2500円かかりますし、この日も12日の回の訪問ですでに当日券は完売されていましたので、実質ウェブ予約は必須になっているかなと思います。会期も限られていますので、この動画を見た後にぜひウェブをチェックしていただいて予約もしてほしいです。さて、ここからはモネ展の作品を確認しながらその魅力に触れていきます。今回の展示では動画撮影は不可なんですけども、写真撮影は可能。一方でいくつかの作品は写真撮影が禁止になっていますので、その点はご注意ください。まず第1章、第2章では若き日のクロード・モネが風景画に目覚め、新たな表現へと力強く向かう過程をたどっていきます。絵画と写真、2つの表現技法が捉えた自然の姿は、その後の風景画の大きな変革へと確かにつながっていく。そんな様子をこの作品群から確認することができます。特に写真好きな方にとっても構図を学べるようなヒントになる作品がたくさんありました。続いて第3章のテーマは雪の色。モネは生涯を通じて幾度も雪からインスピレーションを受けて作品を描き続けました。雪の積もった一面の景色は通常であれば視界の凹凸を平滑にしていきます。しかしモネは日本の浮世絵の設計と同じように繊細な色彩の面を幾重にも重ねることで見事に奥行きを表現しています。そして代表作であるのはカササギ。桃色や紫がかった葉、青みを帯びた灰色の垣根など、そこかしこに白という色彩に対するモネの深い探求の成果が現れています。続いては第4章。第4章では風景画と近代都市の新しい生活の関わりに焦点を当てています。19世紀後半、急速に近代化が進んでいくパリの情景はモネの好奇心を大いに煽りました。自然と都市が交錯する中でモネがいかに現代の息吹を海外へ取り込んでいたかといった様子を確認することができます。そしてこちらの作品は昼食という作品で日本初出品。帽子をかぶったモネの息子ジャンが木によって作られた日陰の中に座り、木でできたおもちゃで遊んでいる様子を確認することができます。かつてはルーブル美術館の所蔵品だったようなんですけども、1986年からはオルセイ美術館に所蔵されています。これら近代化が進んでいくパリの情景の中でも、とりわけパリの中心にありますサン・ラザール駅の近代的な鉄とガラスの建築や蒸気機関車はモネを魅了したとのこと。この後にもご紹介するんですけども、この駅を主題にした作品が次々と制作されています。こちらがサン・ラザール駅の作品の様子。モネはこれらの作品を印象派展へと出品することで、印象派の風景画に担うべき現代的な使命を明確に打ち出したとのことです。フランスの国旗が道にたくさん掲げられましたモントルグイユ街の6月30日の祝日という作品も個人的にはとても気に入りました。続いては第5章。四季の瞬間と動きのある風景。第5章はここが私のアトリエだという言葉に象徴されますベトユーでの制作過程を展示。モネはこの土地で庭の外れのセーヌ川の土手に腰を据え、移り変わる季節によって姿を変える自然をじっくりと観察したとのことです。工業化を免れた平凡な村だからこそ
気象現象が重要な要素として浮き上がってきます。同じ視点の繰り返しは1880年代の連作風景画の初期の試みを力強く先取りするもの。ぜひそんな移り変わりの様子も確認してみてほしいです。続いては第6章。こちらはオランダのチューリップ畑という作品。色彩がとても豊かで、個人的にも今回の展示の中で最も大好きな作品でした。そんな風景が含めまして、第6章ではオクターブ・ミルボーが表現された感覚の驚くべき多様性と大胆な新しさを称賛した1880年代の果敢な風景探索への旅へと案内してくれます。この時期、モネはしばしば家族を残してフランス各地や外国へと出かけ、多種多様な地形や季節、また全く異なる光の下で自らの芸術を試行錯誤しました。中でも1886年代に滞在したブリターニュ地方の島ベルイルでは、荒れ狂う海と波に翻弄される険しい岩に関心を向けたとのこと。高い場所から荒々しい海を見下ろすような斬新な構図は、モネの数ある作品の中でも日本の浮世絵との類似性を感じるような作品になっています。今映しています作品は、日傘を持つ右向きの女。展示会のメインの作品としても位置づけられていますこちらの作品は、皆さんも見たことがあるかもしれません。この第7章、第8章では、モネが自然と風景に対するアプローチを日本の美術、特に浮世絵から学んだことが反映されている作品が多数あります。モネの風景画が到達した成熟と革新の世界へとご案内してくれるこちらの連作。1890年代に入りますと、モネは一つのモチーフを単独で描くことから離れ、同じテーマに基づく一連の絵を描くようになりました。曇った日や晴れた日、夕べや朝など、刻一刻と変化する光の具合によって色が変わる様子を見事に捉え続けています。特にルーアン大聖堂を主題にした壮大な連作は見どころ抜群になっています。また、ロンドン国会議事堂、霧の中に差す陽光という作品は、夕暮れだからこそ感じられるようなオレンジと黒のコントラストがとても美しいです。あえてロンドン国会議事堂を細かく描写せず、影で表現している様子は圧巻でした。さて、ここからは第9章、第10章。写真という新しい技法が捉えた風景と画家の姿を紹介するこちらの展示。より内面化した形で風景にアプローチし、芸術性を追求したピクトリアリズムの写真家たちの試みに迫ります。第10章では、クレメンテルが撮影した初期のカラー写真でありますオートクロームを紹介しつつ、ジベルニーの庭に佇むモネの貴重な姿も映されています。そして最終章となる第11章は、モネが自ら作り上げたジベルニーの庭と代名詞である睡蓮の世界です。自然に秩序を持ち込み、綿密に作られた庭の池を描き始めたのは移住からおよそ10年後のこと。晩年愛する家族を失う不幸を乗り越えて、モネはさらなる対策に着手します。ここでは様々に展開した睡蓮の作品群とともに、同時代に同じ主題を表現したエミール・ガレやアール・ヌーボーの工芸作品も合わせて楽しむことができます。ぜひ最後の最後まで世界観を楽しんでみてほしいです。さて、ここからはアフタートーク。シンプルにあなたが好きな画家というテーマです。今回、クロードモネ展ご紹介しましたけれども、他にも様々な有名画家さんがいらっしゃいます。有名名に関わらず、あなたが好きな画家もいるかと思いますので、ぜひコメント欄の方で教えてほしいです。個人的には西洋画家で言いますと、フェルメールの作品が結構好きですし、現代アート系で言いますと、ダリが好きです。もちろん、クリムトの作品だったりとか、ゴヤの作品なんかも気になっていますし、ピカソだったりとか、アンディ・ボーフォルも好きな作品が多いです。過去にも様々な動画でいろんなアーティストさんの作品をご紹介してるんですけども、最近だと結構撮影可能な展示も多いので、思い出にも収めつつ、アート鑑賞の楽しみ方も広がってきたなと思っています。なので、あなたが好きな画家ももちろんのこと、気になっている作品展示などもありましたら教えてほしいです。この動画がいいと思いましたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また、インスタグラムでは、最新のカフェ情報や旅行情報、展示情報をお届けしていますので、よかったらフォローしてください。また、本チャンネルではメンバーシップもやっています。これまでに巡ったカフェの情報が簡単に探せる会員限定サイトだったりとか、制作の裏側、また新施設情報、新店舗情報、これからの気になる情報などもお届けしていきますので、よかったら参加してみてください。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。